やります。クリスマスツリーちょっとバタバタしてたらすごい時間かかっちゃった。これ出すのにもっと早くからクリスマスツリー飾りたかったんだが、ちょっとねいつもと違う感じのクリスマスツリーにしたいと思っていて、これで全部か。ちょっと待って、インスタで見たねクリスマスツリーがすごい可愛くて、それをやりたいと思ったの。いつもは普通にクリスマスツリーの定番の飾り付けをしてるんだけど、今年はリボンでクリスマスツリーのデコレーションをしたいと思ったので、それをやります。でこれが Amazon で頼んだリボンの形で、先にこれをやってまいるよ。年末はさ、毎年海外にクリスマス前から行っちゃうので、クリスマスツリーを飾れるね期間がこれまた痛いよ。ちょっと待って、それも痛い。これでいいの？そう、クリスマスツリーを飾る期間が短いので早めに飾りたいと思ってたんだけど、ちょっともたもたしてたらこれでやろう。よし、よし。みんな今年のクリスマスの予定はどんな感じですか？私はね、一回クリスマスの前に我が家でクリスマスパーティーをやる予定があって、ちょっとディナーのテーブルセッティングどんな感じにしようかなと思って、ピンタレストで今いろいろ画像とか見てるんだけど、クリスマスパーティーをホストしたことがほとんどないので若干緊張してる。しかもね、何人になるんだ全部で6人とかになると思うんだよね。だからご飯作ってデコレーションして、できればクリスマスケーキみたいなのも作りたいなと思ってるけど、果たして私にそんな余裕はあるのだろうかって。痛い。ひとまずこんな感じでリボンに移っていきたいと思います。すごい眩しいね外が。ちょっとカメラの位置変えようかな。おい、もう汗かいてきちゃった。家がすごい暑くて。でここから飾り付けリボンをしていきます。まずはこのクリスマスっぽいチェックのリボンと、シャキーン、これ何からやるかな。ここからはクリスマスツリーを飾り付けてるだけもなんなので、インスタにみんなから来てた質問に答えていきたいと思います。まずはハネムーンで一番良かった国はどこですか？これはねでもやっぱりベルリン良かったかな。シチリアもすっごい良かったんだけど、いや良かったよ。シチリア良かった。クロアチアも良かったし、やっぱイタリアご飯楽しかったし、どの国もめっちゃ良かったんだけど、ヨーロッパのサマーバケーションみたいな旅がずっと続いて、その後にねベルリンに行ったので、やっぱりなんかシティライフちょっと欲してたかもっていう感じで、2人ともベルリンすごい気に入って、いろんな国籍の方がいるので、結構文化とか食とかアートとかも面白い街で、そういう意味ではニューヨークにちょっと似てるんだけど、でもニューヨークよりねちょっとゆったりしたチルな感じで、なんかそこがすごい良かったんだよね。みんなリラックスしてる感じで、まあ好きなことみんなやろうよ、楽しいよねみたいな感じもすごい良かったし、街並みも好きだったし良かったですね。次、来週から入院生活です。これ良かったっていうものがあれば教えていただきたいです。そっか、入院か。私もね、肝臓の手術をした時にどんぐらい入院したんだろう。多分
1週間ぐらいトータルで入院したんですけど、病院にもよると思うんだが、病院の設備とかにもよると思うんだが、私は iPad とポケット Wi-Fi を持っていったのが本当に助かったっていう感じ。やっぱすることはないのよ。でも何で入院するかによると思うんですけど、手術してなんかいろんな動き回ったりとかもできないし、私は海外ドラマをずっと見て過ごしてて、前の出版したダウントゥアースっていう本の考慮とかがあったので、入院先のベッドで色子をチェックしたりとか原稿チェックしたりとかいろいろ仕事もしてたんですけど、 iPad で書き物もしたんですよ。なんかその時の気持ちとかをタイプしたりとかもできて、コロナ時期だったから私はなんかいろんな人と喋ったりとか会ったりとかができなかったから、書いたことによって救われたりとかしたので、パソコンやっぱあるといいなって、いろいろできていいなって思ったかな。次、かなちゃん大好きです。ありがとうございます。今使ってるリップを教えてほしいです。今ね一番好きなのはこれ、もう最近ずっと好きなの。これがエルメスのリップオイルで、これ4番なんだけど、見てもほらここなんか割れちゃったりとかもして、今これ横に置いてたからな、もうこれぐらいまで、半分ぐらいまで使ってます。次、腸のために毎日してることありますか？はい、あります。私はあれ飲んでるよ。プロバイオティクスの、この間 YouTube で紹介したんだけど、サッカロミセス合ってるから、なんか名前難しいなと思って、私これちゃんと覚えられるかなと思ってたんだけどそれ飲んでます。今まではプロバイオティクス流行ってるのもしてたし、体にいいのもしてたんだけど、なんか飲み始めたら飲まないといられない体になっちゃうんじゃないかなと思って、それが心配でずっと飲んでなくって、でそれを夫に相談したら、じゃあちょっと調べてみるねって言って、調べ物すごい得意なので彼は、体が依存するようなことにはならないで、逆にいいみたいだよって言ってたから、じゃあ飲んでみようかなと思って iHerb で頼んで飲んでます。毎日毎朝。なんか空腹時に飲むのがいいんだって。だから起きてすぐ飲んで、そのプロバイオティクスとあと NMN を朝飲んで、30分ぐらいは何も食べないようにしてるんで、そのままシャワー浴びて歯磨きとかして準備して、でそこからコーヒー飲んでるかな。次、今後ファンミーティングなどやる予定はありますか？これねよく聞かれるんだが、すごいやりたいんだけど、どうやってやったらいいんだろうね。これみんなどうやってやったらいいんだろうねって、そんなのやればいいだけの話なんですけど、どうせやるなら面白いことやりたいなと思うし、なんかみんながすごい楽しんでくれるものやりたいなと思ってて、この間本の出版記念イベントがあって、久しぶりにみんなに会うことができて、びっくりしたよ。失礼しました。なんだっけ、そう、みんなに久しぶりに会うことができて、すごい楽しかったし、すごい嬉しかったし、2時間ぐらいやったので短くはなかったんだけど、なんかもっと喋りたかったなっていつも毎回思って終わるので、そういう気持ちが残らないようなイベントができたらいいなと思ってるんですけど、そうね、ちょっと来年頑張ってみようかな。次、月のリズムについて、満月期の過ごし方はありますか？そうね、なんかこう特別何かをやるっていうわけではないんですけど、やっぱ満月の時ってどうしてもね影響を受けて、私は体調が変わったりとか気持ちが変わったりとかするタイプで、全然影響を受けないっていう人もいると思うんですけど、なのでいつが満月かっていうのは分かっておきたいと思っている。満月の時はあんまり無理しすぎないようにしたりとか、あとはね、大きな決断は満月の時にはしないようにしてたりとか、あとはいつもよりこう優しく自分に優しくしてあげる。結構メンタルの変化もあるので、なんかそういう時は自分のことを責めてしまいがちなんですけど、でも満月もあるしっていう、なんかこのね優しくしてあげる感じはあるかな。次、今の眉メイクを教えてほしいです。今のね眉メイクはね、今日もそうなんだけど、ケイトのマスカラをさ前に紹介したの覚えてますか？コームタイプのやつ。今ねそれだけ、あれを眉マスカラみたいな感じにして、本当はまつげのマスカラなんだけど、
クリアブラックみたいな色で、黒すぎずに透明でもないから眉がこうふさっとした感じが出るし、上向きにしてくれて、コーム式なのですごい細かく上げてくれるし、至れり尽くせりですっごい気に入っていて、最近はもっぱらもうそれだけちょっとスクリューブラシでブラッシングして、あれをシュッシュッってつけてるだけです。ちなみに眉毛今こんな感じです。はい、そろそろこっちのタイプに変えようかな。もう赤はいい感じ、足りなかったら後で足そう。次、旅で履かれていたスニーカーを教えてほしいです。はい、これこれです。アシックスの、これ品番がわかんないんだな。品番ってこれどこに書いてあるんだろうな。いっぱい数字が書いてあるんだよな。キャプションのところにリンク貼っときます。これで山も登れるし、結構私服にこうカジュアルに合わせるのにもいいデザインだし、すごい気に入ってる。歩きやすいし。次、かなちゃんの今の夢は何ですか？おー、夢ね。なんだろうな。なんか目標とかはさ、聞かれることが多いんですけど、インタビューとかでも。ちょっと短かったかな、これ。ちょっと、一回結んでみよう。夢か。夢なんだろうな。むずい。やばい。でも夢が出てこないってよくないよね。なんかこう自分のためだもんね、夢ってね。仕事の目標とかじゃなくてさ、なんか自分のためにしてあげたいことでしょ。私はちょっと待って。でもやっぱりすっごいなんていうの、ジェネラルな答えなんですけど、幸せになるっていうのがなんか幸せの形って年齢で結構変わっていくと思うんですけど、その自分の人生のステージとかもあるし、なんかその時の価値観とかも変わっていって、幸せの形ってどんどん変わっていくと思うんだけど、幸せになるっていうことをもっと最優先にしてもいいんじゃないかなって大人になってからすごく考えてることが多い気がします。じゃあ幸せって何ですかって聞かれたら、すごくぼやっとしたこう答えになってしまうんですけど、心地よさっていうのが私の中で幸せと結構近いというか似てるところがあって、それを大事にもっとしてあげられる自分になりたいっていうのが夢かもしれない。そうね。リボンはだいぶいい感じになってきたんですけど、これでも可愛いんだけど、やっぱりこのボールちゃんたちをつけようかな。なんかギュッてこのなんか隙間がもっと埋まるといいなと思うんだよね。次、何もかも嫌になるときどんな風に過ごして復活してますか？これね、わかる。あるよね。このもう全部嫌だなって思うとき私もあります。すごいある。なんだメンタルのこう精神的な気持ちを引き上げてあげるのが難しい時ってあるじゃない。なんでこんなに落ち込んでるのかもわかんないし、なんでこんなに疲れてるのかもわかんないけど、でももう全部嫌だって思う時があって、そういう時はこうなんでこんな風になっちゃうんだろうとか、これじゃダメだとかって自分のことを責めてしまいがちになっちゃうと思うんだよね。心がなんか弱ってる時だから。でそういう時に解決の糸口を見つけようとして、もっと自分の頭の中、もっと自分の心のことこう考えがぐる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 回ってしまうと、負のサイクルに陥ってしまうことが私はあって、そういう時は逆に体のケアからしてあげるようにしてます。例えば朝からお風呂に浸かってみたりとか、こうマッサージ行ったりとか針行ったりとか、あとはなんかすごいボディクリームとかボディオイルを丁寧に塗ってあげるとか、こうカッサやるとか美顔器やるとか、なんかこう体のことからケアしてあげるようにしてる。体がね元気になってくると自然と心も持ち上がってくる時が多くて、そうするとちょっと復活したところから頭の中のこと、心のことを考えた方がもっと自分に優しくできたりとか、もっと生産性のある答えが出やすかったりとかして、なので私は体のケアからしてあげるようにしてる。まずはね
朝っぱらからお風呂に入るっていうのが私はスタートとしては多いですね。いい感じになりました。電気は夜つけようかなと思ってます。はい、こちらでクリスマスツリーを飾り付けながらQ&A のビデオ以上となります。すごい長いビデオになっちゃったんだけど、最後まで見てくれてありがとうございました。他にもね、質問とか相談とかあったらぜひこのビデオのコメントか、あとはコミュニティウォールのポッドキャストシリーズの投稿があって、そっちの方にも皆さんたくさんいろいろ質問書いてくれてるので、そっちの方に書いてもらえたら Q&A のビデオかポッドキャストシリーズの方で答えていきたいと思うので、ぜひコメントお願いします。それでは次のビデオまで。またねー。外れちゃった。ちょっと待って、どこついてたの君。あ、ここね。これつくのかな。ちょっと待って。あ、すごいあっさり、意外と簡単についた。